こんにちは、アンナスです。今日は IKEA はやったことなかったんですけど、初めて IKEA の、バッグ、なんか紙というかビニールというか、敷物みたいな感じの素材のやつです。これのブルーのバッグは結構有名だと思うんですけど、黄色いロゴが入ってるやつですね。で、なんか新色が出てたので買ってみました。もうちょっと刺繍してあるんですけど、これね、紙刺繍の図案みたいなのだったらいろいろできるかなと思います。これはこれで詳しく説明しているので、作り方は手元の方でどうぞ。はい、ではこのトートバッグ、これいくらだっけ？めちゃくちゃ安いんですよね。で、今まではなんかビニールじゃない、ブルーのなんかブルーシートみたいな生地でできたイメージのなんかありましたよね。黄色とブルーのやつね。あんまり綺麗に切れなかった。もうちょっと綺麗に。そうで、なんかこれは新色みたいなんですけど、IKEA のこのタグをいつも綺麗に切れない問題はありますよね。で、布じゃないので紙刺繍と同じ図案を使えばいけるかなって思ったんで、ちょっとこのワードローブのを彩るアンナスの刺繍教室っていう本を昔出版したんですけど、この本の中でなんだっけ、クロスステッチをやったんですよね。で、私基本的にはクロスステッチやったことないっていうか、もう数数えるのがすごく苦手で絶対こうずれるんですよね。上から何段目は3個バツを入れる。で、その次の段は4つ入れるとか言って、そう数えてその通りに刺すっていうのが結構苦手で、ちゃんと一生懸命やるんですけど絶対ずれるんですよね。なのででもクロスステッチはすごく好きなので、どうしたらいいかなって考えた時に普通にバツでできてる刺繍図案っていうことにして、もうバツを全部写して、そのままバツをその通りに刺すとクロスステッチになるんじゃないかみたいな、なんかなんちゃってクロスステッチとか言って前これ思いついた時に YouTube で結構何回かやってたんですけど、でこれをやってみようかなと思います。これでもいいし、要はサテンステッチが使えないんで、こういうアウトラインステッチのものをやったりとか、あと線の刺繍前やりましたね。ポピーをちょっと前に刺繍しましたけど、このポピーをここにやっても可愛いし、この図案に関しては割とそういう感じで、線の刺繍をサテンステッチを使わないものだったらいけるかなと思います。じゃあちょっと写していきます。ではこの図案を写していきます。いつものように中心を決めます。半分に折って、でここのちょっと折り目がここについたんで、折り目と折り目を合わせてこうするんですけど、その前に忘れてました。これ鉛筆でね、線が写るんですよ。なので裏向けて、コピーした紙を裏向けてガーって塗っていきます。よく子供の時にやりましたね。これ紙刺繍の時もこれやるんですけど、でこの縫ったやつと位置を決めたらマスキングテープで固定します。いつも布だと待ち針とかで留めるんですけど、
待ち針打つと穴開いちゃうんで。これであといつものトレーサーでこのパーツを写していきます。このまま写しちゃったけど、まあ大丈夫です。気になる方は間に下敷きとかなんかこう硬いものを挟んでおくとやりやすいです。はい、では写せたのでこんな感じです。結構写ってます。写ってないところは私が綺麗に塗ってなかったんで、結構隙間のところとか雑なんで、それで何回描いても写んないなっていうところはもともとこれがないっていうことだったんで、皆さんもうちょっと綺麗に描くか、なんかカーボン紙とか使ってもらってもいいかもしれないです。もしかしたらチャコペーパーが使えるかもですね。まあでもこっちの鉛筆だったら消しゴムで消せるんで、ちょっとずれたり何回か書き直して2、30とかになってるところでちょっとはみ出るかもしれないんで、そのあたりは消しゴムで消そうかなと思ってます。じゃあ刺していきます。もう黒でやろうと思います。ここが黒だから、あえて赤とか青とかちょっと色入れても可愛いと思います。でも今日は普通に黒で刺していこうかなと思います。ちょっと穴を開けておいてでもいいし、これちょっと一回失敗してやり直してるんですけど、まず斜めを入れて、反対の斜めを入れて、これでバツを作ります。でも1個ずつバツを作っていった方がいい。なんかクロスステッチの決まりみたいなので、渡り糸、裏の渡り糸が斜めになっちゃいけないみたいな法則があるらしいんですけど、すいません、ガサガサしてて私の喋り声がちょっと聞き取りづらいかもしれないんですが、それでこういう感じでもう一つずつなんか斜めの渡り糸になってもいいし、なんかいろいろこう刺し方の法則があったと思うんですけど、それを無視してもらって、これはクロスステッチじゃないですバツで表現した刺繍です。なのでこうやってもう一つずつで、今こうやって間違えて穴開けちゃうとこの穴ずっと残っちゃうので、もう先にこうやって穴開けて、紙刺繍の時みたいに穴開けながらその穴に通すみたいな感じでやっていってもいいと思います。これでずっとひたすらバツをバツバツをで、斜めは、こうですね。だから最初こっち向きで、その上から乗せる、そのなんか逆になったりすると綺麗じゃないらしいんですけど、違っててもそんな分かんないかなと思うんで、そこはいいってことで。はい、なんか鳥っぽいのが一つできたので、ちょっと動画を撮ってます。で、真ん中のやって、順番別に好きなところからやってもらっていいんですけど、なんか下書きが結構曖昧なので、ここ×だっけみたいな感じで、この図案をちょっと参考にしながら刺してます。というわけで、また
続きもやっていきます。はい、上ができました。今度下の木みたいなやつを3つ作っていきます。はい、ここまでできました。あともうちょっと、思ってたよりは時間かかりますね。はい、刺繍出来上がりました。いい感じ。結構ねガサガサしますけど、出来上がりはいい感じだと思うんで、ぜひ皆さんも作ってみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。